皆さん、こんにちは。ロック204チャンネルです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回の動画では、データ分析や集計作業を効率化したいと考えている方にぴったりの方法をご紹介します。Google コラボラトリという便利なツールを使って、複数の Excel シートに分かれているデータを、たった一つのシートに簡単にまとめる方法について、ステップバイステップで詳しく解説していきます。ぜひ最後までご覧ください。さて、今回の動画で行うことですが、前回までの振り返りとして、Excel ファイルの横方向、縦方向のデータの修正や、Google コラボラトリでの Excel ファイルの一括処理について触れます。そして、今回のメインテーマとして、Google コラボラトリで複数の Excel シートを一つのシートにまとめる方法を具体的にご紹介します。具体的には、データ種別セルから性別、地域を取得し、性別列、地域列を追加します。最終的に、全シートのデータを縦結合して一つのシートにまとめ、Excel ファイルに書き出すところまでを行います。今回も前回までの2回で使用したオープンデータを用います。このデータはデータベースサイト、E-スタット統計で見る日本から入手できる学校保健統計調査のデータを使用します。具体的には、年齢別都市階級別設置者別身長、体重の平均値及び標準偏差のデータファイル、R6 保険時計01.xlsx を使います。まずは準備として、Google コラボラトリの作業領域に Excel ファイルをアップロードします。左側のファイルアイコンをクリックし、ファイルをアップロードしてください。ここでは例として、ダウンロードしたファイル名を、output2.xlsx に変更してからアップロードしています。前回までは、取得したシート名のリストを使って、シート内の項目名や特定の列のデータを統計分析しやすいように変更する方法を紹介しました。また全シートに対して一括で列名とデータの修正を行うプログラムを作成しました。今回は A3 セルに書かれている性別、地域区分情報を取り出す方法を最初に紹介します。性別情報は男女の別、地域区分は K は全国、その他に大都市、中都市、小都市、町村に分類され記録されています。次に行うのは各シートに性別列、地域列を追加し各シートを縦に結合し一つのシートにまとめ Excel ファイルとして保存する方法を紹介します。それではデータ種別セル A3 より性別を取得する方法についてコードを見ながら詳しく紹介します。画面に表示されている Python コードは OpenPickle というライブラリーを使用しています。このライブラリーは Excel ファイルを Python で操作するために使われます。まず、from OpenPickle import load workbook で Excel ファイルを読み込むために必要な load workbook 関数をインポートしています。次に、workbook load workbook output に .xlsx でアップロードした Excel ファイル、output2.xlsx を読み込み、workbook という変数に格納しています。sheets workbook 01-001 では、読み込んだ Excel ファイルの中から、01-001 という名前のシートを選択し sheets という変数に格納しています。そして、セル_value sheets A3.value で、選択したシートの A3 セルの値を取得しセル_value という変数に入れています。この A3 セルには、データの種別として性別や地域区分が記録されています。取得したセル_value の値を使って性別を判定します。if 男 in セル_value では、セル_value という文字列の中に、男という文字列が含まれているかを確認しています。もし含まれていれば、性別は男と判断し bf という変数に男を代入します。elif 上 in セル_value では、男が含まれていなかった場合に、次に、女という文字列が含まれているかを確認しています。含まれていれば、性別は女と判断し、bf に女を代入します。else は上記のどちらにも当てはまらなかった場合、つまり男も女も含まれていない場合に実行されます。この場合は性別が不明として、bf に不明を代入しています。最後に、
プリント if で特定した性別 BF の値を出力しています。このようにして、Excel ファイルの特定のセルから性別情報をプログラムで取得することができます。次に、データ種別セル A3 より地域区分を取得する方法を見ていきましょう。こちらも前のスライドと同様に、オーペンピクルを使って A3 セルの値を取得します。前のスライドでは性別を判定するために、男か女が含まれているかを確認しましたが、地域区分は、K、大都市、中都市、小都市、町村といった複数の区分が存在します。そのため、コードでは if 文に加えて複数の elif if 文を使って、取得した A3 セルの値にそれぞれの地域区分名が含まれているかを順番に判定しています。まず、if K in cell underline value で、K が含まれているかを確認します。含まれていれば地域は、全国と判断します。もし、K が含まれていなければ、次のelif 大都市 in cell underline value で、大都市が含まれているかを確認します。このように、elif を使うことで、K ではなく、大都市の場合、さらにそれら以外で、中都市の場合といったように、複数の条件を上から順にチェックしていくことができます。どの地域区分名も含まれていなかった場合は、最後の else ブロックが実行され、地域は不明と判断されます。このように、前のスライドの性別判定が比較的シンプルな2つの条件男か女かだったのに対し、地域区分ではより多くの条件分岐系大都市、中都市、小都市、町村が必要となるため、if と複数のelif を組み合わせて判定を行っている点が違いとなります。前のスライドで説明したデータ種別、セル A3 より性別、地域区分を取得するコードをまとめ、get underline cell underline value という一つの関数にしました。ここでは、その関数定義の最初の部分を示しています。ここでは、from OpenPickle import load underline workbook で必要なライブラリーをインポートし def get underline cell underline value file underline name sheets underline name cell underline name として関数を定義しています。この関数は、Excel ファイルのファイル名、シート名、そして値を取得したいセル名を引数として受け取ります。関数の中では、まず指定された Excel ファイルとシートを読み込み、指定されたセルの値を取得しています。そして、取得したセルの値に、男または女が含まれているかを確認し、性別を判定して BF という変数に格納しています。最後に、この BF の値を要素とするリスト BF アンダーラインリストを作成しています。こちらは、get underline cell underline value 関数の続きです。前のスライドで性別を判定しましたが、ここでは地域区分を判定しています。取得したセルの値に、K、大都市、中都市、小都市、町村のいずれかが含まれているかを確認し、地域区分を判定して BF という変数に格納しています。そして、前のスライドで作成した BF アンダーラインリストに、この地域区分の BF の値をアペンドメソッドを使って追加しています。最終的に、性別と地域区分の両方が含まれた BF アンダーラインリストを関数の戻り値として返しています。こちらは、get underline cell underline value 関数を呼び出すメインルーチンのプログラムです。まず、処理対象の Excel ファイル名、シート名、セル名をそれぞれ変数に代入しています。そして、bf イコール get underline cell underline value file underline name、sheets underline name、cell underline name として定義した get underline cell underline value 関数をこれらの変数を引数として呼び出し、戻り値である性別と地域区分のリストを bf という変数に格納しています。最後に、プリント if で取得した性別と地域区分のリストを出力しています。このようにして、関数を呼び出すことで、簡単に指定したセルの性別と地域区分を取得することができます。それでは、今回のテーマである、全シートのデータを修正した後、一つのシートに縦結合し出力するプログラムを説明します。プログラム内で使用している get sheets names、append underline data underline horizontally、append underline data underline vertically 関数は、前回の動画、Google コラボラトーリで Excel ファイルの一括処理で説明していますので詳細は省略します。get sheets names ファイル underline name は、Excel ブックに保存されているシート名をリストに取得するコードです。
アペンドアンダーラインデータアンダーラインホリゾンタリー関数は、既存の Excel シートに既存のデータを保持したまま、横方向にデータを追記します。こちらは、アペンドアンダーラインデータアンダーラインホリゾンタリー関数の続きです。アペンドアンダーラインデータアンダーラインバーチカリ関数は、既存の Excel シートに既存のデータを保持したまま縦方向にデータを追記します。こちらは、アペンドアンダーラインデータアンダーラインバーチカリ関数の続きです。こちらは、先ほど説明した Excel ファイルの指定シート、セルの読み込みを行い、性別、地域を取得する。def-get アンダーラインセルアンダーラインバリュー関数です。こちらは、get アンダーラインセルアンダーラインバリュー関数の続きです。こちらは、各関数を呼び出すメインルーチンの最初の部分となります。まず、処理対象となる Excel ファイル名を Excel アンダーラインファイルという変数に代入しています。次に、get sheets name is Excel アンダーラインファイル関数を呼び出して、Excel ブックに含まれるすべてのシートの名前をリストとして取得し sheets アンダーライン names という変数に格納しています。そして、修正後の新しい項目名をリスト new アンダーラインデータとして定義しています。この項目名を使って、後ほど各シートのヘッダー部分を修正します。書き込みを開始する行と列もそれぞれスタートアンダーラインローとスタートアンダーラインコルに設定しています。その後の for sheets アンダーラインネーム in sheets アンダーラインネームズのループ処理では、取得したシート名のリストを一つずつ取り出し、各シートに対して項目名の修正を行っています。ループの中で、pend アンダーラインデータアンダーラインホリゾンタリー関数を呼び出し、指定したシートの指定した位置に新しい項目名を横方向に書き込んでいます。こちらはメインルーチンの続きで、各シートのデータ修正を行っている部分です。まず、修正後のデータ内容をリスト new アンダーラインデータとして定義しています。このデータを使って、後ほど各シートの特定の列を修正します。データの書き込みを開始する行と列もそれぞれスタートアンダーラインローとスタートアンダーラインコルに設定しています。その後の for sheets アンダーラインネーム in sheets アンダーラインネームズのループ処理では、取得したシート名のリストを一つずつ取り出し、各シートに対してデータの修正を行っています。ループの中で、pend アンダーラインデータアンダーラインバーチカリ関数を呼び出し、指定したシートの指定した位置に新しいデータを縦方向に書き込んでいます。このように、スライド21とスライド22では、メインルーチンの中で、まずシート名を取得し、その後、各シートに対して項目名の修正とデータの修正を順番に行っている部分を説明しています。ここからは、全シートのデータを一つのデータフレームに結合し、Excel ファイルとして出力する部分について詳しく説明します。このスライドでは、その最初の部分を示しています。まず、all アンダーラインデータイコールで、すべてのシートから抽出したデータを格納するためのからのリスト all アンダーラインデータを初期化しています。次に、for sheets アンダーラインネーム in sheets アンダーラインネームズで、get sheets names 関数で取得したシート名のリスト sheets アンダーラインネームズを使って、各シートに対してループ処理を行っています。ループの中では、ワークブックイコールロードアンダーラインワークブックイスアンダーラインファイル、データアンダーラインオンリーイコールトゥルーで、Excel ファイルを再度読み込んでいます。ここでデータアンダーラインオンリーイコールトゥルーを指定することで、セルに数式が入っている場合でも、計算結果である値を取得することができます。シーツイコールワークブックシーツアンダーラインネームで、現在のループ処理対象となっているシートを取得しています。ヘッダイコールセルドットバリューフォセルインシーツ6では、各シートの6行目のセルの値をリストとして取得しヘッダという変数に格納しています。この6行目には、データの項目名列のラベルが入っているため後でデータフレームの列名として使用します。続くフォーローインシーツ、イーターアンダーラインローズマンアンダーラインローイコール7、マックスアンダーラインローイコール36、ミンアンダーラインコルイコール1、マックスアンダーラインコルイコール7では、シートの7行目から36行目まで、そして1列目から7列目までの範囲のセルをループ処理しています。この範囲に必要なデータが格納されています。ローアンダーラインデータイコールセルドットバリューフォーセルインローでは、現在のループで取得した行の各セルの値をリストとしてローアンダーラインデータに格納しています。
ジェンダーアンダーラインリージョンイコールゲットアンダーラインセルアンダーラインバリューイクセルアンダーラインファイル、シーツアンダーラインネーム、A3 では、先ほど作成したゲットアンダーラインセルアンダーラインバリュー関数を呼び出し、現在のシートの A3 セルから性別と地域に関する情報を取得しています。ローアンダーラインデータ、エクステンドジャンダーアンダーラインリージョンでは、取得した性別と地域に関する情報ジェンダーアンダーラインリージョンリストを、現在の行のデータであるローアンダーラインデータリストの末尾に追加しています。これにより、元のデータに性別と地域という新しい列が追加されることになります。オールアンダーラインデータ、アペンダウアンダーラインデータでは、加工済みのローアンダーラインデータ元のデータプラス性別プラス地域を、すべてのデータを集約するためのオールアンダーラインデータリストに追加しています。このループがすべてのシートに対して実行されることで、オールアンダーラインデータリストには全シートのデータが縦に結合された状態で格納されます。こちらは全シートのデータを結合し、Excel ファイルとして出力する処理の最後の部分です。このスライドでは、データフレームの作成と Excel ファイルへの書き出しを行っています。ループ処理が終わった後、df イコール pd、データフレームイルアンダーラインデータ、カラムスイコールヘッダプラス性別、地域で集約したオールアンダーラインデータリストと、先ほど取得したヘッダリスト、そして新しく追加した列名である、性別と地域を使って、パンダスのデータフレームを作成しています。データフレームは、表形式のデータを扱うのに非常に便利な構造です。最後に、withpd.excelwriterensd.xlsx、エンジンイコール OpenPickle as Writer で、result.xlsx という名前で新しい Excel ファイルを作成するための Excel ライターオブジェクトを作成しています。エンジンイコール OpenPickle は、Excel ファイルの読み書きに OpenPickle ライブラリーを使用することを指定しています。そして、df to underline excelitl、sheets underline name イコール sheets1、index イコール false で、作成したデータフレームのデータを新しく作成する Excel ファイルの sheets1 という名前のシートに書き込んでいます。index イコール false を指定することで、データフレームの行インデックスを Excel ファイルに出力しないようにしています。この一連の処理により、複数のシートに散らばっていたデータが、性別と地域情報が付加され、一つのシートに統合された Excel ファイルとして出力されます。これにより、データの集計や分析が非常に容易になります。こちらが、先ほどのプログラムで出力した Excel ファイルを Power BI で取り込んだものです。このデータを分析してみましょう。レポートに切り替えてみましょう。左側には、右側の条件により絞り込まれたデータが表示されています。このグラフには、男と女の身長の平均が表示されています。ここで男をチェックすると、男だけのグラフ表示となります。表も男だけの集計表となります。またチェックを外すと元の男女のグラフとなります。隣の地域選択では、全国大都市、小都市などを選択することができます。このレポートでは、年齢区分のスライサーを追加しています。このスライサーのハンドルを動かすことによって、年齢区間を指定してデータを抽出することができます。それでは、年齢を12歳から17歳までの区間にスライサーを調整してみましょう。すると大都市で、年齢が12歳から17歳までのグラフと、平均身長、平均体重を求めることができます。このような集計は、データを一つにまとめることによって可能となります。さて、今回の動画のまとめです。今回は、Google コラボラトリを使って、複数の Excel シートに分かれたデータを一つのシートにまとめる方法をご紹介しました。具体的には、まず OpenPickle ライブラリーを使って各シートから必要なデータを抽出し、さらに、データ種別セルから性別と地域情報を取得しました。次に、抽出したデータに性別と地域情報を追加し、すべてのシートのデータを一つのリストに集約しました。そして、集約したデータを使ってパンダスのデータフレームを作成し、最後に新しい Excel ファイルとして出力しました。この一連の自動処理により、手作業では時間のかかる複数のシートの統合作業を効率的に行うことができます。データ分析や集計作業で複数の Excel シートを扱う機会が多い方は、
ぜひ今回の方法を試してみてください。今回の解説は以上となります。ご視聴ありがとうございました。